もし薬を一瞬でデザインできる魔法があったらどうしますか？今日はそれにかなり近い未来を実現する技術、つまり科学っていう複雑な言語をですね、データっていうシンプルな言葉に翻訳するモドレットっていう驚きのツールについて、その秘密に迫っていきたいと思います。さあ一緒にその世界を覗いてみましょう。僕たち人間はこういういわゆる構造式を見れば、これは分子だなってすぐにわかりますよね。でもコンピューターにとってはどうでしょう。これってただの線と記号の集まりにしか見えないんです。コンピューターが分子の意味を理解できないこと、これこそが AI を使った創薬が乗り越えなきゃいけない最初の、そして最大のハードルなんですね。まさにこれが人間とコンピューターの言葉の壁を象徴しています。左側は僕たちにもおなじみの弁前管。でもコンピューターが見ているのは右側の C1CCCC1 っていう SMIL 記法と呼ばれるなんだか暗号みたいな文字列なんです。この全く違う2つの表現をつなぐ翻訳機がなければ AI は創薬のスタートラインにすら立てないということなんです。では最初のステップを見ていきましょう。テーマは翻訳という問題。あの複雑な分子の形を一体どうやって AI が扱えるようなただの数字の羅列に変えるのか。そのまるで魔法のようなプロセスの革新に迫っていきます。AI って分子の絵をじーっと眺めて、よし、ひらめいたなんてことはないわけです。AI が欲しいのはもうとにかく数字、具体的なデータなんです。それがあって初めて、この薬は効くのか安全なのかといったことを予測するっていう本来の仕事ができるようになるんですね。じゃあどうやってデータにするのか。そこで出てくるのがこのすごく面白い考え方なんです。それが分子の健康診断。人間が健康診断でいろいろな数値を測るように、分子もその健康状態、つまり特性を測ってデータにする。その診断結果こそが分子記述子と呼ばれるものなんですね。分子記述子っていうのは、要するに分子が持っている様々な物理化学的な特徴を数値で表したものです。これはまさに僕たちの健康診断の結果みたいなもの。身長、体重、血圧、そういった一つ一つの数値がその人の健康状態を教えてくれるように、これらの数値がその分子がどんな性質でどんな個性を持っているのかを物語ってくれるわけです。そしてこの分子の超精密な健康診断をたった一つのプログラムで全部実行してしまうのが今回の主役、モドレットなんです。イメージとしてはまるで分子をこの機械に入れるだけであらゆる角度から分析した詳細な健康診断レポートがドーンと出てくる、そんな感じで。では、このモドレット、一体いくつの項目を測定できると思いますか？ちょっと驚かないでくださいね。このスライドにある通り、たった一つの分子からなんと1826種類もの異なる特徴量を計算できるんです。いやー、これはもう健康診断っていうレベルじゃないですね。どっちかっていうと全ゲノム解析に近いぐらいの情報量です。1826項目。この膨大なデータは一体何を物語っているんでしょうか？次のセクションではこの診断結果の内訳をちょっと覗いてみて、分子の隠された素顔を一緒に読み解いていきましょう。この1826項目、実は大きく2つのカテゴリーに分けられるんです。一つは分子のいわば設計図、平面的な構造から計算される 2D 記述子。そしてもう一つが分子の立体的な形、つまり空間でどんな格好をしているかっていうのを捉える 3D 記述子です。薬物が体の中のタンパク質っていう鍵穴にカチッとはまるには、この 3D の形がもう決定的に重要になるんですね。具体的にどんなことを調べているかというと、例えば炭素原子が何個ありますかみたいな基礎的な情報から分子がどれだけ複雑に枝分かれしているか、さらにはリピンスキーの法則みたいな、これ飲み薬として成功しやすいかどうかの経験則なんですけど、そういうルールに合っているかまで本当に様々な角度から分子を分析するんです。まさに分子の全身を CT スキャンするようなものですね。さて、ここまではデータを作る話でした。でも本当に大事なのはここからです。そのデータを使ってどうやって命を救うのか。無機質な数字の羅列がいかにして新しい薬の発見という奇跡につながっていくのか、そのプロセスを見ていきましょう。
研究者がモードレッドを使う流れって驚くほどシンプルなんです。まず、暗号みたいな文字列、スマイルズをポンと入力してモードレッドを実行する。すると、あっという間に1826項目もののデータが詰まった、Excel みたいな表が出力されるわけです。あとは、このデータを AI に食べさせて学習させるだけ。これで、まだ見ぬ化合物の性質を予測する準備が整うのです。ただし、ここに一つ、プロでもハマりがちな落とし穴があります。モードレットって、計算がうまくいかないと、空欄じゃなくて、エラーメッセージっていう文字を返しちゃうことがあるんです。これに気づかずに AI に学習させると、AI は数字と文字の区別がつかなくて大混乱しちゃう。だからこそ、計算の後にちゃんとデータのお掃除、つまりデータクレンジングをしてあげることが絶対に欠かせない作業になるんです。では、理屈は分かったと。このプロセスが本当にうまくいくのか、具体的な例で見てみましょう。今回挑戦するのは、水溶解度の予測です。薬が血液に溶けて体中に運ばれるためには、この水に溶けやすいっていう性質がもう不可欠なんですね。果たして AI は分子の構造データだけでこの重要な性質を予測できるんでしょうか。そしてこれが実際の結果です。0.92。これは R2 乗値と呼ばれる予測の精度を示すスコアで、テストの点数みたいなものだと思ってください。1は満点で 0.92 っていうのはもうほぼ完璧に近い予測ができたっていうことを意味します。モードレットが生み出したデータが AI にとって非常に質の高い教科書になった証拠です。いやー、素晴らしい結果ですよね。さて、いよいよ最後のセクションです。ここまで見てきた技術が一つの予測タスクだけじゃなくて、医療研究の未来そのものを一体どう変えていくのか、少し視野を広げて考えてみましょう。この技術がもたらすインパクトはまさに革命的です。何百万もの候補化合物を実験室じゃなくてコンピューター上で一瞬で評価する。そして有望なものだけを実験にかけることで創薬にかかる莫大な時間とお金を劇的に削減できるんです。これはつまり、より早く、より安く、そして今まで見つけられなかったような画期的な薬を患者さんのもとへ届ける未来へとつながっているということなんですね。最後に、皆さんにこの問いを投げかけて終わりたいと思います。もし、この世界に存在するどんな分子でも客観的なデータに変換できるとしたら、僕たちは次にどんな難問に挑むべきでしょうか。創薬のそのまた先にある全く新しい科学の扉が今開かれようとしているのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。